皆さんこんにちは。ながらクライクの時間がやってきました。ながらクライクとはあんなことやこんなことを忖度なしにお伝えするラジオ感覚の番組となっております。今日のテーマはこちら。評価制度について。うちの会社さ、評価制度結構しっかりしてると思うんですよ。しっかりしてますね。よく驚かれる。こんなしっかりしてるんですね。それをしっかり僕はこの動画でお伝えしようと思ってるんですけど、しんどい。ちょっとしんどいけど、しっかりとお伝えをしていこうと思っております。この動画を見てほしい人は、クライクに興味がある方、もしくは転職先を探してるけど、どんな企業がいいかなって思ってる方にぜひ見ていただきたいと思っております。では、早速評価制度についてお話をしていきたいと思います。まず、新堀さん、クライクってどういうタイミングで評価されるか教えてもらっていいですか？半期に一度ですかね。はい。はい。合ってます。はい。まず3ヶ月に1回評価があって、それが反映されるといいますか、まとめて評価をするのが半期ごと。なので半期に2回一応チェックがかかって、その中で上期の評価が決まる。なので6ヶ月に1回評価が変わりますね。で、下期も同じで、下期に2回評価があって、下期の全体の評価として最後1回評価があって、ジョブディスクリプションとか昇給昇格があるような形です。はい。じゃあ、どうやって評価されるかっていう軸なんですけど、まず、基本給に反映されるところと、ボーナスに反映されるところの大きく分けて2軸あるんですけど、これもう、律樹とめっちゃディスカッションしたじゃないですか。もう殴り合いもして、もう青タンできるみたいな。いや。結構話し合いはしたじゃないですか。まず、すごくシンプルなところでいくと、ボーナス。ボーナスってどうやって評価されるんですか？ボーナスは会社の売上目標に対してどうだったのか。それ以上もそれ以下もなし。以上。男気ですね。男気ですね。じゃあ、例えば、2人の組織でした。ちょんぼしすぎて、全然未達でした。律樹めっちゃ頑張って、150% 達成しました。じゃあ、トータルで 105% 達成したら、ボーナスは律樹にも出るし、僕にも出る。公平に。出していいんですか、僕にも。はい。チームなので、我々は。怒んないんですか？怒んないです。くそーた姫みたいな。いや、全く。それはなく、その評価軸に作った背景あるんですか？やっぱり目標があって、個人で目標があればまた別ですけど、全体の目標があって、そこを達成するためにみんなでこう、うらーってやってるわけだから、サボってたやつがいても、頑張りすぎた人がいても、みんなで達成したんだから、みんなウィンウィンになろうぜみたいな感じが私は好きですね。だから裏返すと、みんなで目標に向かって頑張れる組織を作りたいっていう意味合いですね。そうです。それを言ってほしかったな。そういうこと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 。オッケーオッケーオッケー。一方で、基本給に反映されるところっていうのは大きく分けて3つあると思うんですけど、まず、プロジェクトの総合評価。あとは、役割レベルにおける期待値。そして3つ目がスキルコンピテンシーのこの3つなんですけど、まずプロジェクト評価からお話をしていこうと思います。絶賛開発中でセールスフォースでこれやろうとしてるじゃないですか。この五角形をセールスフォースで表示しようっていうプロジェクトが今走ってる段階で、おそらく2025年8月からはちゃんとセールスフォースでできるんじゃないかなってすごい期待してるんですけど、内容をどういうふうに評価していくかっていうと、スピード、クオリティ、納期、他者への貢献、チーム間コミュニケーションのこの5つの内容に関して1から5で評価をしていこうっていう風にしています。面白いのが、例えば律樹の場合は自己評価もあるし、他己評価もあると思うし、他己っていうのが社内のメンバーだけじゃなく、そのプロジェクトに関わる外部メンバーからの依頼っていうのもあると思うんですよね。じゃあ例えば律樹がめっちゃ頑張ってる雰囲気を出して、あんまり自分で頑張ってない。でも外注に全部そのしわ寄せをして、外注のメンバーがすごい大変だったってなった時にも評価されるんですよね。そうですね。そうなので本当チームっていうのが社内外に行くっていう観点で言うと、すごく面白いんじゃないかなって思うんですけど、どうすかこの仕組み。今一緒に考えたけどもさ。これめちゃめちゃ好きですね。やっぱりプロジェクトってチームでやってますし、我々がプロジェクトでやっぱチームでこうそれぞれなってる以上、関わってない上長がその人のことを評価するっていうのもおかしいので、関係なくフラットにそのメンバー間で評価し合うっていうのはいいですね。
すごくいい。で、それと面白いのが、今までは研究開発っていう目線も入れてたじゃないですか。はい、それをあえてやめたんですね。はい、で、研究開発もプロジェクト化、社内の全てのイベントといいますか、行っている業務をプロジェクト化しようとしているので、お客さんのプロジェクトだけではなく、社内のプロジェクトもこの5つで評価しようと思っているので、社内の業務ってさ、なかなか納期が守れなかったり、スピード感出ないけど、社内の研究開発もクオリティ高く、スピードも上げないと、残念ながら基本給に反映されない。もしくはそれをサボっちゃうと落ちちゃう可能性もゼロではないっていうのが面白みでもあるかなと思います。ただ社内の研究開発でこれをしますっていうのをクォーターごととか半期ごとに決めたら、それもプロジェクトの評価の対象としてするっていう風なのがなんか面白みかなって思います。次に評価軸の2つ目なんですけど、役割レベルにおける期待値っていうのを記載をしております。我々がジョブディスクリプションっていう役職にはこれを求めますっていうのを記載をしているんですね。なので、例えばコンサルティング事業部の業務設計ユニットの役割レベル4のユニット責任者、シニアコンサルタントにはこれを求めてますっていうのをしっかり記載をしているんですね。役割レベルのジョブディスクリプションごとに期待値を明確にしているので、それを期待値を上回っていないっていうのもしっかり評価していこうって思っているので、これにしてます。なんかこれ作るの最初すごい大変だったじゃないですか。でもこれなんか作って僕良かったなと思うのが、求職者からの話をしている時に、こういうことを求めます。この金額にはっていうと、できないですっていう人結構いるじゃないですか。なんかそれはある意味入社した後にその人にがっかりしなくて済むから、なんか僕良かったなと思うんですけど、なんかしんぼりさん的に作る時のしんどさと今ってなんか違うこととか、こう良かった点とかってあります？でもまあ大竹さんがおっしゃる通りだと思いますよ。あなたは3なんだからここを求めてるんだよっていうのも明確になるし、言う側も言われる側も従業員側もここを目指すんだっていうのが明確な目標があるので、それに向かって突っ走ればいいので物差しになってるからいいと思います。ちなみに次説明するスキルコンピテンシーでスキルがすごく上がっても、スキルってどちらかというと定量なものなんですね。これができる、これができない。ただ先ほどの役割レベルにおける期待値っていうのは定性的なところが多いんですよね。なのでこの定性的なところをクリアしていなければ上に昇格できないっていう意味合いでもあるので、僕はすごくスッキリした評価制度なんじゃないかなっていうふうに思ってます。最後にめっちゃくちゃきつかったスキルコンピテンシーの話をします。このスキルコンピテンシーを作った背景としては、僕が尊敬してやまない坂巻さんっていう、ケンブリッジの坂巻社長のお話を聞いてですね、すごい細かく決めていらっしゃったんですね。すごいこうコンサルティング業界の中ではすごいアウトプットされる方なので、それを見てちょっと真似たいなと思って僕たちも真似させていただきました。スキルコンピテンシー数えたらなんか70ぐらいあったんですわ。それをこう縦に並べてるんですね。大カテゴリーで言うとセルフマネージメント、対人影響力、思考スキルっていうのが大カテゴリーとしてあって、じゃあそれをどの事業部のどの人に求めるかっていうのを一覧化しているものがこれなんですね。じゃあ具体的にどういう内容かっていうと、僕たちはお客さんの業務に対する理解力っていうのが業務設計ユニットとかシステム設計ユニットすごく大切だと思うんですね。でもそれってなかなか定量的に判断できないので、一生懸命考えたのがこれなんですけど、まず1番から5番の物差しを用意しています。業務に対する理解力っていうことで、クライアントの売上や利益になるまでの業界全体を理解する能力ということで、5の評価の人はクライアントの業務全体を深く理解した上で、他業種他プロジェクトで得た知見を応用し、思わずそれはなかったと言わせるような提案やフィードバックを行える。定型にとらわれず本質から逆算した業務フローの再構築ができるのが5なんですね。続いて4は特定領域、マーケ、セールス、ミドル、バックオフィスにおける現状と理想のギャップを理解し、構造的な業務フローをドキュメントして書ける。もう一つが実業務とクライアントの背景、文脈に沿ったヒアリング、提案ができるっていうのが4ですね。こんな感じで細かく70個ほど分けているので、これをね、作ってる企業もすごいなと思うしさ、これを運用するのもすごく大変なんだけど、これ作る方の努力で正直どうでもいいんですね。僕たちなんで。ただ評価される側の人から
するとすごくいいなと思ってて、好きとか嫌いとか経験年数とかじゃなくて、ちゃんとフライクがこれを求めますよ。あなたのジョブディスクリプションだったらこれが平均値で、これができるようになったら給料これぐらいに上がりますっていうのをしっかり書いてあるので、僕はこれすごく素敵だなって思ってるので、もちろんね、今から運用していくのはすごく大変だと思うんですけど、なんか求職者にとってはこれすごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、客観的に見てどうです？これ一緒に作ったので、こうシンボリさんに任せたらシステム設計のところとかシステム構築のところはシンボリさん作ってもらいましたけど、なんか客観的に見てどんな気持ち？わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。目指すところがわかりやすい。これをやっとけば良い。これの5を全部目指せばここに行き着くんだっていうのがわかるから、めちゃめちゃわかりやすい。そうよね。なので例えば役割レベル3の人が4にするためには、そのスキルコンピテンシー評価を少なくとも平均で 3.5 にすれば役割レベル4に上がる。もちろんそのスキルコンピテンシーだけではなく役割レベルで求められるところもあるものの、定量的なところで言うと役割レベル3から4に上げるには平均点を 3.5 にすればいい。なおかつ自分の部署、自分の事業部と自分のユニットに求められているところはこういうふうに丸がついてるから、これをすればいいんだなっていうのが3ヶ月に1回チェックをしていくので、自分の足りていない要素っていうのが分かるようになっていくんじゃなかろうかと。めちゃくちゃ大変だったし、これが完成形ではないのが残念なところなんだけど、これはね、ぜひいろんな企業さんにね、見てもらいたい。そうですね。しかもこれ強み弱み分かりますよね。数字で5が取れてるところと1が多いところ、じゃあ1のところを伸ばそうみたいな、その個人の FT のなんかどうなりたいかとか伸ばしたいところみたいなところにも使えますよね。しかもね、例えばシステム理解力の中の現状システムの役割を把握する力っていうのがあるじゃないですか。例えばこれは3を目指しましょうとかでもいいと思うんですよね。ただ SaaS ツールへの理解と学習力っていうのは自分が得意だし興味があるから、これは4を目指して平均点 3.5 にしようみたいな、自分自身の成長のロードマップも分かりやすいと思うんですよね。そうですね。例えば受験勉強とかだったら、僕は国語ダメなんですよ。著者の気持ちを考えようとか、あれダメ、はい、しかしとかところがとか絶対間違えるタイプなんですね。はいはい、空気を読まないといけないなので国語は平均点を取ることを目標にした。でも数学と物理とあと科学からは高得点を取って平均点を上げようみたいなのって自分で戦略取れるじゃないですか、はい、っていう観点で評価も同じだと思ってて、こんだけスキルコンピテンシーがしっかりとしているんだったら、ここは自分が苦手だからあえて今期は目指しません。でもここはもっと自分の好きなところだし、伸ばしていくことによって自分がもしフライクじゃないところでも活躍できるからとか、将来的に必要なスキルだからみたいな感じで伸ばしてもらえると嬉しいなって思ってます。ぜひね、これを社員に常に見てもらって自分の足りないところをちゃんと見つめてもらえればなって思ってます、あとこれね、セールスソースでねやりたいね。やりたいですね。今は残念ながら Excel での評価だけどさ、いつできるんですかこれ、セールスソース。3年後とか。嘘やでもぶっちゃけ言うとさ、半年後ぐらいにはできそうじゃない？いやできると思います。これできたらね、なんかいろんな企業さんにうちこういう風にやってますよとも、これもセールスソースやってるからぜひ真似てくださいみたいなことは言いたいなと思ってて、そうですね、やっぱどうしても人の管理って成長の場面ごとにさ、やってることって変わるし求められるスキルって変わると思うから、しっかりとその判断軸がこういう風になって、あなたはこれぐらいの給料もらってますみたいなところって、人的リソースの管理みたいなところで、これをセールスソースの中でデータ管理できると、なんかかっこいい世の中になるんじゃないかなって思ってます。こんな感じで私たちフライクではスキルコンピテンシー評価とか役割レベルに求める期待値とかプロジェクト評価っていうこの3つの軸で基本給が上がる下がるっていうのを管理しております。もしフライクに興味あるなとか、今の会社の評価制度に不平不満があるって言ったら違うけどさ、人の好き嫌いで判断されてるからもっとしっかりとした評価制度の下で働いてみたいなとか、他社がどういう風な評価制度になってるか知りたいなと思う方は、ぜひ私たちフライクにカジュアル面談を申し込んでいただけると、こういう話だったりとかビジネスの展開のお話はできると思いますので、ぜひカジュアル面談
しましょう。ちなみにシンボリさんはどういう人と働きたいですか？私は熱い人と働きたいです。熱い人、はい、絶対それ言うけどさ、絶対言ってますね。いやもう人間みたいな昭和の男みたいな、おる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 、昭和の男なんて言えばいいんですかね。別にその体育会系とかそういう話ではなくて、やっぱ人間っていろんな人がいて、いろんな特性があって、それをなんか全力でこうみんな出してきて、なんかもうぐちゃぐちゃぐちゃってなって暑苦しいなってなりながらも、結果チーム達成してるじゃんとか、結果チームとしては回ってるよねっていう、この個の癖とか弱さみたいなところがチームになることによってプラスになってうまくいったねみたいな組織の一員となる人。喜怒哀楽がちゃんと濃淡があるような感じ。あ、そうですそうですそうです。なんか普通のノーマルタイプではなくデコボコな人みたいな。あ、そうですそうです。機械的じゃない人。ちょっと僕はちょっと喜怒哀楽もないし、いやいや、超ノーマルタイプなんでどの口がノーマルタイプなんで何とも言えないんですけど。癖強めがいいですね。ちなみにシンボリさんはポケモンで言うと何タイプですか？ポケモンがわかんないんですよね。でも好きなポケモンはキモリ。なんだっけ、水五郎、アチャもキモリ。緑の透かしてるやつ。そうなんだ。かわいい。僕はリザードンが好きです。かっこいいっすよね、人影から。あ、てかあれ初代のポケモンなんですよ。私が言ったのは多分3代目ぐらいじゃないですか。キリソルブラザーズですね。次の動画までお楽しみに。バイバーイ。